はいどうも皆さんこんにちは。スターディの方のゲントです。今回ですね、勉強する5つの意義について話していこうと思います。皆さん毎日のように勉強してると思うんですけど、その勉強がね、何のためにやってるものか分かんなかったらモチベーション上がらないじゃないですか。そんな毎日の勉強のですね、モチベをアップするためにどうして勉強するのか、それにね、今回話していこうと思うんですけど、実際それを知ってるだけで勉強のですね、パフォーマンス自体も上がるんですよ。何のためにやってんだろうって不安になるよりも、このためにやってるんだってしっかり目的意識を持った方が頭にもね、勉強内容が入ってくるので、ぜひ今回の話を聞いて勉強の成績も上げちゃってほしいと思います。それではまず5つの意義の1つ目、それは将来の選択肢が増える。これはね、結構多くの方が感じていると思うんですけど、例えばね、医学部に入れれば医者になれるし、司法試験に受かれば弁護士になれるし、勉強することによっていろんな職業になれますよね。そういう医者とか弁護士とか資格が必要なものだけじゃなくて、例えばですね、中高で学ぶ数学とかって実はもういろんな職業で使うんですよ。研究者とか、そういうアカデミックな分野に進んでいる方ももちろんのことを、例えばアプリを作りたいとかね、そういうエンジニアの方とかもろね、数学とか使うので、数学を勉強するだけでそこの職業に進むハードルっていうのがガクンと下がるわけですよね。さらに言うとですね、将来の選択肢は増えるわけですけれども、その道に必ずしも進まなくていいわけなんですよ。例えば、医師国家試験受かって医師免許を持ってても医者にならないっていう選択肢だってあるわけじゃないですか。ということで、勉強することによって自分がなれるものを増やして、そこからなりたいものを選んでいける、すなわちね、自由度が増えるわけなんですね。次に挙げられる勉強の意義としては、優秀な人に恵まれるというものですね。よくですね、大学受験とかでなぜいい大学を目指さなきゃいけないのか聞かれることも多いんですけど、たくさん理由ある中で個人的に一番大事だと思ってるのが、このね、優秀な人に恵まれるっていうことですね。なんだかんだですね、やっぱり勉強してきていろんなことを知っていろんなことを考えてきた人の方が話しててですね、結構深みのある内容になることも多いですし、自分自身もその中でどんどん考え方とかが深まっていくなっていう風にね、感じてますね。あとこれはかなり重要な観点になってくるんですけど、周りのね、当たり前レベルが上がることによってお互いにめちゃめちゃ成長できるんですよ。例えば東大に入りたいっていう目標があった時に、その近道としてですね、周りの人を東大入るの当たり前じゃんって人で固めるっていうものがあるんですよ。これ実際僕の体験談もありまして、僕が司法試験受ける時にですね、残り8ヶ月しかなかったわけですね、司法試験当日まで。ただある時ですね、法学部の友達とたくさん遊ぶ機会がありまして、そこでですね、その法学部の友達みんなが来年の司法試験受かるっしょみたいな話をしだしたんですよ。で、僕その中でなんか司法試験来年受かるのが当たり前なんだなっていう風な感覚になってきて、みんなと合わせてですね、いやそうだよね、来年受かるよねっていう話をして、そうしたらそこから本当になんか受かるのが当たり前っていう気分にどんどんなっていって、もう当たり前ってなっちゃうと、目標が目の前にあるものってそこに対して人は頑張れるので、そこからね、毎日十何時間勉強して、でもそれはね、もうみんなやってるからそれは当たり前なんですよっていう勢いでやってった結果受かったんですね。だからそういう当たり前だって思う経験がなかったら、そもそもさすがに8ヶ月じゃ無理かと、2年ぐらい3年ぐらい普通かけるのが当たり前だしな、そっちに当たり前が持ってかれて、なんなら今でも受かってなかったかもしれないんですね。次の勉強する意義はですね、勉強を通じて得意不得意に気づけるというものがあります。よくですね、大学受験する時とかも、自分は医学部に行きたいとか法学部に行きたいとかね、結構決めてる方多いじゃないですか。でも実際のところ、高校生のうちになんか医者になりたいとかね、弁護士になりたいとか、そこまでね、具体的に決めてる人って本当にね、限られてるんじゃないかなって思うんですよ。そういったことを本当に決められるのって実際に勉強してみてからなんじゃないかなって思うわけですね。僕も東大医学部6年間通ってきて、結構ですね、周りに医学部の勉強6年間やってきて、やっぱ自分って医師向いてないんだなっていう風に、そこで初めて気づくっていう人たくさんいるんですよ。一方でですね、大学入ってちょっとね、研究室覗いてみたら、あれ研究楽しくないっていう風に没頭していって、そのまま研究者の道に進んだっていう人もいますね。もちろん中学高校とかの勉強の中で、例えば数学苦手だとか国語は得意だとか、そういう得意不得意によって自分の進むべき道っていうのはなんとなく見えてきたりするじゃないですか。そういう意味でも勉強することによってち
ゃんとねどの道が自分に本当に合っているのかっていうことを見極めることができるようになるんですよ。すなわちその選択が最適化されるということなんですけど、そのね最初話した通り勉強することによって選択肢がそもそも増えて、その中から一番最適な選択肢を選ぶことができるというわけなんですね。勉強する意義の4つ目としては、人生力が身につくというものがあります。例えば数学を勉強するときに数学力は確かにつきます。だけどそれだけじゃなくて、数学から離れて一般的な人生力っていうところまで身につくんだよっていうことなんですね。例えば数学の問題解くときにどういうふうに考えていけばいいかというと、既存のね勉強してきた論理っていうものをちゃんと積み重ねていく。さらに自分が与えられた条件っていうものを見ながら、それをこういう風に組み合わせたらこういうことが分かるなっていうところだけじゃなくて、求めたいものはこれなんだっていうものから逆算して、そこの自分が分かっていることからつなげていくと、うまくつながったところで答えが導けるっていう風に考えていくと思うので、その考え方をですね実は人生そのものに応用できると。例えば簡単な例で言うと、ダイエットしたいっていう目標があったとするじゃないですか。今どういう状況に置かれているのかっていうことをまずスタートで考えていくと、どれぐらい運動できているのかとかね、そういったものを考えるだけじゃなくて、さらに言うと痩せるためにはどういうことが必要なのか、摂取カロリーを下げて消費カロリーを増やしていくっていうことですよね。でそこでね自分の状況とそのゴール、そこを逆算した方と進めていった方をつなぎ合わせて、じゃあこういうプランで考えていったらいいなっていう、そういう道筋を作っていくっていう過程ですね。それってもう本当に数学の考え方そのものなんですよね。そういう意味で勉強することによって勉強だけじゃなくて、本当にもう人生自身が、それ自身が豊かになっていくっていう風に考えてもらえると分かりやすいかなと思います。それでは勉強する意義の最後のねポイントなんですけど、それは自分に自信がつくということですね。これってめちゃくちゃ重要で、例えばですよ、勉強をめちゃくちゃした結果大学受験に受かりましたと。そうするとですね、それが一個の成功体験になって自分の中に蓄積されていくわけですね。そうすると何か新しいことをやりたいってなった時に、またちゃんと自分が努力さえ積み重ねることができればそれもできるだろうしっていうね、そういう自信につながってどんどんいろんなことに挑戦できるようになるんですよね。もちろんですね、例えば受験に落ちてしまってそれが成功体験にならなかったとしても、本気で頑張っていればそれはですね自分の財産になるんですよ。これいろんな先人の方も言ってることなんですけど、めちゃめちゃ勉強したことがあるっていうこのこと自身が自信になってくるんですよね。すなわち自分って受験に向けてこんな努力できる人間だったんだ、これに気づけるだけでものすごい価値があるんですよ。逆にですね全く努力しなかったら落ちた時ですね、自分は落ちてしまったなっていうその結果だけじゃなくて、自分はね頑張れすらしない人間なんだっていう、そういう頑張れない人間としてレッテルを貼られてしまうので、そういう意味でどんどんね自己肯定感が下がっていってしまうんですよね。ということで結果がどうであれがむしゃらに努力して勉強し続ける、これ自身に価値があるということなんですよ。ということで勉強する5つの意義、1つ目が将来の選択肢が増える、2つ目が優秀な人に恵まれる、3つ目が勉強を通じて得意不得意が分かる、で4つ目が人生力が身につく、そして5つ目が自分に自信がつくと。もうこの5つの意義だけで勉強する意義っていうものがものすごくねあるんじゃないかなと思いますね。ということで僕もね日々まだまだ勉強していきたいと思っていますので、一緒に頑張っていきましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。